長野県川上村毛木平登山口。今回紹介する拳ヶ岳はここからのスタートとなります。さて、皆さんは拳ヶ岳という山はご存知でしょうか？日本百名山の一つに数えられている拳ヶ岳ですが、奥秩父山塊の中でも山深い場所にあることもあり、一体どんな山なのか詳しくない人も多いかと思います。そこで今回は拳ヶ岳ってどんな山という話から入っていきたいと思います。キーワードは2つ。奥秩父主脈重走路と千曲川の源流です。さて、奥秩父主脈重走路とは何か。奥秩父には5つの百名山があります。東京都最高峰の雲取山、大菩薩嶺、水垣山、金峰山、そして今回紹介する拳ヶ岳。さらにその奥秩父山塊の主脈を形成するのが雲取山と金峰山を結ぶ稜線。この稜線を形成する山々を結ぶ約60キロに及ぶ重走路を奥秩父主脈重走路と呼ぶのです。重走路は雲取山を起点とし、飛龍山と経て玉川源流の笠取山へ向かいます。その先に待つのは日本三大峠として知られる狩坂峠、そして拳ヶ岳。前回紹介した大垂水峠から金峰山へ向かう尾根歩きはこの重走路の最後になります。すべてを踏破するのに3泊はかかるこの壮大な重走路を今回は歩くことはありませんが、その中央に位置する拳ヶ岳がいかに山深い場所にあるか、これで理解してもらえたでしょうか。そしてもう一つのキーワード、千曲川源流。今回のコースは千曲川の源流を訪ねる道でもあります。千曲川は全国的には信濃川の名で知られ、全長 367km、日本一の長さを誇る河川です。長野県内では千曲川と呼ばれ、拳ヶ岳はその水源の地でもあるのです。その壮大な長さは地図を見てもらえば一目瞭然。そしてその水源を含む今回のコース紹介。今回は Google Earth にお世話になりまくりですが、これで最後です。毛木平を出てすぐに千曲川に合流した登山道は、そのまま谷沿いを千曲川とともに緩やかに登っていきます。美しい森を眺めながらせせらぎとともに進む登山道は、途中なめ滝という滝を通過し、千曲川水源までは約3時間。水源を過ぎると稜線への一気の登り。登りきれば山頂はすぐ。下山は山梨側へ。拳小屋を通過後、徳佐山を経て尺投げのトンネルが待つ徳ちゃん新道へ。この急で長い下りを抜け、西沢山荘に出れば、あとは林道歩き。その先の西沢渓谷入口バス停が今回の参考のゴールとなります。さて、ここまで長い説明をお聞きいただきありがとうございました。ここから拳ヶ岳山頂、そして千曲川水源を目指す旅のスタートです。
水源までは約3時間の道のり。登山道脇を流れる千曲川の水の流れもまだまだ衰えを見せず、この先の道のりの長さを感じさせます。苔むした森は美しく、登山道はよく整備され登りやすいですが、目指す山頂は2475メートル。登山口の毛木平の標高は1433メートル。約1000メートルの標高差をこの長い道のりの中、少しずつ登っていくことになります。登山を開始して約1時間半、千曲川水源までの中間点、小さな滝にたどり着きました。なめ滝と呼ばれる滝です。あと2時間足らずで水源にたどり着くとは思えないほどの水量です。
木平登山口を出て歩くこと約3時間。ついにたどり着きました。ここが日本一の長さを誇る信濃川、千曲川の水源となる場所です。実のところ水の流れはあと少しほど上流に続くようなのですが、まあそれはよしとしましょう。千曲川水源を巡る旅はここでおしまい。私たちがこれから目指すのは拳ヶ岳山頂。稜線へ出るためのきつい登りが待っていますが大丈夫、頂上はもうすぐです。山頂へと続く尾根の上に出ました。ここまで来れば頂上まではあと少しです。
標高2475メートル、日本百名山拳ヶ岳を踏破。そして山頂の西に広がる景色は、遠く金峰山まで続く奥秩父主脈縦走路。拳ヶ岳の頂上から少しだけ下った場所に来ました。ここからは山梨側の西沢渓谷まで下る長い下山道です。長野側が日帰り可能な初心者向けルートなら、山梨県側は日帰り困難で長く急な登りが続く辛く厳しいルートになります。さながら天国と地獄といったところでしょうか。今回は下山での利用とはいえ、長く急な下りは転倒など危険が伴うもの。事故がないよう慎重に下っていこうと思います。それでは下山開始です。
車止めのゲートを越え、林道歩きも終わりが近づいてきました。まもなくゴールの西沢渓谷入り口バス停です。長かったこの参考も間もなく最後。皆さん、ここまでこの動画にお付き合いいただきありがとうございました。正直に言うと、登る前はもっと地味な山だと考えていた拳ヶ岳ですが、思っていたよりも美しく、思っていたよりも人気の山で、思っていたよりもハードな山でした。山頂まではむしろ食い足りないくらいの印象だったんですけどね。山梨側の下りの長さにはとにかく参りました。またこの山に戻ってくることがあるのならば、今度はこちら側から登り、地獄の登りを経験してみたいと思います。その時はまた動画にお付き合いください。では、また次の動画でお会いできれば幸いです。ほら、ゴールのバス停が見えてきましたよ。